今日の話はですね、創作の成長過程というかステップですねは、共通してるんじゃないかなっていう話をしたいと思います。これはですね、別に僕の直感ではなく、脚本家のですね、この前ね岸本さんとね話したりとか、最近ですね、漫画家の福本くんっていうね元塾生さんですねの人と話したりとか、してですね、共通してるポイントがあるんですよ。で当然ながらね、いつも僕が毎回話してるような話とめちゃくちゃこれね、脚本、漫画、そしてアニメーションとかね、その絵全部ね共通してるんですよ。だから身も蓋もないんですけど、選択の余地ないんですよ。絵が上手くなる、あるいはなんか創作的に何かに、上手くなるね。でね、これね、もっと極論言うとですね、ピアノとか、僕趣味でゴルフとかやってますけど、ゴルフとか全部同じ。そう多分学校の勉強も同じ、もう全部同じ。身も蓋もないんですけど、人が成長する過程っていうのはそんなにパターンがないんですよね。もう超シンプルなんですよ。まずね、今日の1っていうのはね、1っていうのは、適当に書いてみるみたいなね。で2が模写、ノウハウを学ぶですね。3がアレンジ、4が、オリジナルというような話なんですが、最初のね、適当に書くっていうのはですね、良かったり悪かったりかな。僕はそういうのが好きだな。これ何かっていうと、ゲームで言うと説明書最初見ますかって話ですね。ゲーム最近説明書ついてねえか。最近はあれですよね、チュートリアルみたいにもうゲームの冒頭でやってたらゲーム使えるようになるみたいなのがもうお決まりっていうか当たり前になってますもんね。なので、その部分はないかもしれないですけど、その昔はですね、説明書ってのがですね、必ずゲームについてきたんですよね。なんでその説明書を読むか読まないかって話だと思います。僕ね、読まない派だったんですよ、説明書をね。でそれで言うとですね、僕は読まないでまず適当にやってみるっていうね、そういうタイプだったんですね。でやってみて必ずですね、うまくできない、途中でですね止まる、なんだろうこれって言って初めて説明書を読むタイプでした、僕は。ここはね、だからね、1は好みによるかなと思う。僕はね、最初に適当にやってみるっていうのが好きなんですよ、何でもね。でそれをもって初めてなんか学ぶ、なんかモチベーションっていうかになるんじゃないかなって、動機になるんじゃないかなってね。例えば絵も僕適当に最初描いてみたんです、直感というかね。僕の時ね、ろくな本なかったんですよ、その絵の勉強するために。すごい名著としてのですね、ルーミスのね人体の描き方とかね、ちょっとアニメとか漫画の絵と違いますよね。絵の描き方全般にとしての名著なんですけど、アニメ漫画の描き方気のったやつあんまなかったんですね。なんで僕らの世代はですね、割とノウハウを自分で作るっていうところから始めなきゃいけなかったんですが、にしてもですね、最初適当に書いてみるっていうのを僕やってました。でこうだろうな、ああだろうなみたいな、要するに模写すると上手くなんだろうなとか、上手い人ってなんか共通してるんじゃないかなってね、パターンがある程度。なんかね、上手い人のアニメーションにしても絵にしても一枚の絵にしてもなんか共通点があるような気がしたんですよ、ある種のパターンで。それを習得してしまえば、今全然描けない俺でもなんか描けるようになんじゃねえかなというですね、漠然とした何の根拠もない自信があったんですね。そう、何の根拠もない自信っていうのが大事で、なんか見える気がするみたいな、そのパターンや法則性が俺にはっていうね。まずね、僕がね、その学ぶって意味ではですね、とにかく下手くそなんだからさ、自分で俺ね、上手い人の言うことそのまんま真似してやってましたよ。とにかくまずは言われるがままじゃないですけどね、だって下手なんだもんね。でそもそも書き方が間違ってるんですよ。だからそっから疑うんですよ、まずそもそもがね。いや、書き方合ってるんだったら多分上手くなってるはずじゃん。多分ね、この路線ではもう無理だな、路線っていうのはこの手順ではもう無理だなって俺思ってたんですよ、自分の書き方無理だなこれって。だから自分より明らかに上手い人にまず見せて、あるいはその人の書き方をよく見て、それ真似するしかないじゃないですか。で自分で半信半疑でもその書き方をね、もうとにかく再現することだけに集中するんですよ。そう、これですよね。皆さんね、この過程が甘いそう、なんか適当になんかアレンジのような
オリジナルのような、なんか知らんけどみたいな状態にすぐ逃げる人が多い。なんかね、プロに教わって何が違うかっていうとね、僕もですね、なんか YouTube とかでいろいろゴルフの打ち方、みんなだったらさ、絵の描き方いっぱいあるじゃない。もうね、無数のノウハウ、今度逆に言ったらありすぎるんですよ、今現代においてとか、今ね、ありすぎでしょ、ノウハウで。これはですね、初級者から上級者までもう無数のですね、ノウハウがあるんですよ。自分にぴったりフィットするアドバイスをもらえるってのがですね、プロに教わる一番いいことだなって思いましたね、そのゴルフに関しては。で、これ多分絵も全く同じだと思います。足りないっていうのがですね、ピンポイントで教えてくるんですよ。なぜかっていうと、それやったら絶対うまく描けないよっていう方法があるんですよ。いや、それやったら絶対うまく飛びませんっていうことを僕やってるんですよ。で、それやったら絶対うまく飛びませんの方法で何万時間練習しても、その変な打ち方で覚えちゃうから、おのずとですね、限界が来る。これ皆さんで言ったら、変な書き方や考え方で書いてたら、当然ながら限界がすぐ来るのと全く同じなんですよ。教わる時のポイントは、嫌とかデモとか言うな。いや、それ僕が言うとですね、なんて言ったらいいんだよ。ちょっと脅迫じゃないよ。塾生に対して高圧的な態度になっちゃうんで言えないんですけど、僕が学ぶ側として一番効率よく、最大効率で学ぶ方法ね。もうひたすらその人が言うことを一軸聞き逃さずに、それをただ再現するだけ。もうそれだけに集中するの。嫌もデモでもねえよ。そうだったらお前うまくゴルフできてんだよ。それが嫌もデモも言えるぐらいだったらさ、まずその時間でさ、ちょっとしかないわけじゃないですか。俺教わってるの2週間に1回なんですけど、その時にとにかく言われたことを全部忠実にやる。そして帰ったらそれをひたすら忠実にやる。言葉の選び方が違うだけで言ってることは全部同じです、多分。なのでよく聞きますね、塾生とかネット村参加者の人でも、別に僕さ、アニメ私塾に入ってたりネット村入ってるからって他で絶対お前教わんだよって言ってないです。それ言ったらカルト宗教ですよ。それはアホかって話、バカかって話です。それね。そんなことやってないですから。当然アニメ私塾と別でなんかいろいろ勉強してるって人は結構聞くんですよ。そうするとですね、よく聞くのが、結果同じ話でしたみたいな。結果俺が言ってることと、なんか最近現場で教わったアニメーターと、あるいは別のところでのある人がなんかね、同じようなことを結局はアドバイスされましたってことをよく聞くんですよね。それは何かっていうと、その好みの範囲とか、なんでしょう、趣味思考同じかね、その範囲を超越して共通するポイントっていうのがあるんですよね。もう死守すべきポイントと言ってもいいです。その部分をなんでしょう、差し置いてうまくなることはない。例えば絵だったら、体だったらですよ、人体だったら、まあ基本的な比率、頭、胴体、足、そして目の位置、顔の配置共通してるんです。ある程度パターンが、ひな形というか土台がね。だからベースの比率を間違えたら不自然にしか見えないので、それでうまく見えることはまずありえないっていう状態なんですよ。まず死守すべきポイントを聞くね。なんでかっていうと、絵が上手くなるっていうゲームなんですよ。ルールのあるゲームなんですよね。でピアノとかもそうじゃん。楽譜がある。まあ野球とかサッカーもそうだよね。ルールがあるよね。僕が次何を言うかってことが、はいもう分かってきましたよってね。足元の圧縮ね、レイアウトのね、この空間収まり、広角望遠ねっていうような、例えばね、アニメ私塾的な考え方をインストールしてった場合にですよ、僕が次に言わんとしてることが先回りして分かるようになってくるんですよね。でこれがですね、アニメ私塾的なっていうか、僕的な絵を描くというですね、思考のインストールなんですよ。これ不思議なもので、この思考のインストールをすると、全員がとは言いませんが、今よりは上手くなりますというか、
うまい考え方ってのがあるわけです。だからね、僕ね、なんでお前そんな絵描かないんだよね、ひたすら散歩してなんかどうでもいい5択並べてんだよお前って話はですね、これ大事なんですよ。座学って言ってですね、考え方インストールしないとうまくならないんですよ。はい。ある程度インストール、考え方は、ね、別に僕のじゃなくても誰かがの話をですねインストールしたらですね、そうしたらですね、自分でツッコミが入れられるようになるんですよ。自分の作品とか自分のものに対してね。次多分こういう風に、その人だったら言うだろうなみたいな、もう一人の自分を飼うことができるんですね、自分の中でね。そうするとね、結構強いんですよ。そうすると自分で修正できるようになるんですよ。ね。で、そうなってくると、徐々にですね、例えばただの模写ではなくて、アレンジっていうのかなっていうのがね、できるようになってきたりするんですね。で、さらにそこからそういうのをどんどん繰り返していってオリジナルになるとね。だからいきなりオリジナルをなんかね、いや最初はいいんですよ。適当な雑いですね、なんかオリジナルもどきみたいなものを最初作ってみればいいと思うんですよ。でもね、多分多くの人はですね、なんかこんなもんか、全然うまく描けないや、どうせ私才能センスないんだってなんかみんな諦めてくるんですね。でもそこで、いやもっとちゃんと作りたい、ちゃんとうまくやりたいっていう時にですね、身も蓋もないんですけど、やっぱりプロのものをですね、そのまま一回模写してください。一回脚本を、もしも脚本上手くなりたい人はですよ、脚本を全部文字起こしするんだって。その好きな話数でいいです。アニメとかのね、映画とかでもいい。映画だっけ、映画の文字起こしするって言ってたっけ、あれなんかね、とにかく文字起こししてみるといいんですよね。一本シナリオのさ、書き方ってわかるかな。で、それに全部落とし込むんですよ。それをね、キャラクターがいてと、なんかとがきがあってみたいなさ、ね、ここで〇〇するみたいなさ、セリフはそのまま書けるけど、それ以外の何をしてどうしてこうするみたいなさ、動作も多少書いてあるんだよね、シナリオっていうのはね。っていうのも一応こんなかなで適当に書くんですよ。で、1本大体ね、シナリオって1枚1分なんですよ。だから20枚ペラ20枚で大体20分なんですね。はい。っていう風にシナリオを一回全部書き起こしてみるんだよ。いや、そんなのさ、聞いてんだから分かってんじゃんみたいなね。聞いてんだから分かってんじゃんってどういうことかというと、もう耳に入れてんだから同じじゃないですかって。違うんですよ。自分の指先でそれを文字にしてみることによって、でそれをシナリオに一回落とすことによってね、書き起こすことによって解像度が上がるんですよ。そっかそっか、こういうことだったんだって気づかないことに気づくんですよ。冒頭のこのセリフは最後のこの部分にかかってんだとかさ、ね、ちゃんと山あり谷あり冒頭からですねラストに向けてちゃんとね、このシナリオ的にはーって思うんですよ。ね。で、これは岸本さんの脚本の話ですね。福本くんの漫画の話も全く同じなんですよ、これ。その人の新人賞の取り方、あるいは連載の取り方を聞いたらですね、とにかく新人賞を取った作品、あるいは短編ですね、読み切りの、あるいはその新連載を取る最初の3本、ひたすらですね、自分の当然好きなものなんですよ。あくまで自分が好きな作品、これは分析したいなという作品を持ってきて、とにかくそれをネームに落とし込んだりとか、何ページ目にどんな展開があるかとか、もうバーッと真似したり、メモしたり、ひたすらもうなんでしょうね、例えば懐中時計ってあるじゃん。時計をバラすみたいな感じだよね。車を買ってきてバラすみたいな感じ。そういうのね、大体ですね、車の会社ってやってますよね。競合他社の車を買ってきてっていうか、当然持ってきてですね、部品を全部バラすんですよ。ね。そういうことですよ。それで初めて創作者の意図がわかるわけですよ。ね。で、はあ、そういうことかーってわかるわけです。で、これがですね、絵で言ったらシンプルに言って模写なんですが、この模写もですね、ただ線を追ってるだけの人ではなんか違うわけで、外側から見てるだけなんです。線を追ってるだけの人って。そうじゃなくて、一旦ですね、服とか無視して全身の素体はどうなってるんだろうかっていう土台の部分を見たりとか、全体のシルエットってどうなってるんだろうかっていうんで、シルエットをですねざっくりと切り取ったりとか、そういうような
表の部分ではない構造ですね、構造の部分を分析するっていうところまでやって初めて、その後のアレンジだったりオリジナルにつながるような自分の血となり肉となるですね、その形の吸収ができるんですよ。表層の部分だけ再現したらですね、ただの線追いになっちゃうんですよ。まずその人と同じことをしてみるんですよ。全くそうしないとわからないことがいっぱいあるんです。それが模写なんだよね。だからですね、その上手い人と同じことをしてみるってすごく重要なんです。だからね、模写をしろって何かって言ったら、上手い人と同じことしてみようって。で同じことするとどうなるかっていうと、上手い人の考え方が分かる、あるいは100% 分からないにしてもちょっと触れることができるんですよ。ああ、自分とだいぶ違うんだなってことに気づくんですよ。そうやって徐々に上手い人ってこういう風に書くんだとか、その感覚をですね、自分にインストールしていくんですよ。そういう感覚がないとですね、なんでしょうね、絶対上手くならないです。もうね、上手い人、上手くない人、これから上手くなる人、上手くならない人の差はまさにそこです。上手い人のやってることをインストールできるかどうかね。その彼と最初に会った時に、彼見せてくれたんですね。なんかアニメを、それもね、アニメって言っても鉛筆というのかな、ざーっと書き送ってったアニメのような漫画のようなお話があるパラパラアニメみたいな感じそうこれが結構よくできてて、いやすごいなと思ったんですよ。当然アニメの技法とか全然わかんない状態のものだったんですが、すごいなと思ったのが、大体さ、そういういきなりパッと描いてみるとさ、横の絵の動きみたいなんでごまかしたりするじゃないですか。平面的に考えるじゃん。なんだけど彼のやつはね、縦の動きがあった。そして構図がね、いろいろ複雑でいろんな構図があったんですよ。ね。でしかもね、お話になってんですよ。いや、絵がめちゃくちゃ全然うまくなかったです。その時全然うまくないし、何か達者な技法ですね、漫画やアニメの技法があるわけではないんだが、多分今までね、その18歳か19の時の作品だからね、18年間生きてきた中で見てきたアニメや漫画、映画、好きなコンテンツのおそらくそれっぽい雰囲気のやつをもうボンボン入れてるんです。多分好きな感じのやつを。で要するに拡張だよね。拡張っていうのは試しに書いてみよう、やってみよう、とりあえずいろんなパターンを書いてたんですね。これがですね、僕すごく印象があって面白い。全然うまくないけどうまくなるんじゃないって言ったんです。多分そんなようなこと言ったんですよ。今全然素人な感じっていうか、全然書き慣れてないけれど、多分ね、書いたらうまくなるよ君って俺言ったんですよ。多分そういうことを。それなんでそんなことを言ったかっていうと、パターンをいろいろ試してたんですね。一様のパターンではない。一様っていうのはその何ページかな、何枚かな、100枚や200枚の絵があったんでしょうかね、それね。その中でパターンがね、いろんなのを試してて、同じような顔とかじゃないの連続じゃないんですよね。いろんな絵がその中にあったんですね。あ、この人はいろんなものを試す、そういう遊び心というか拡張性があるなっていうふうに思ったんですね。そういうとこ見てるんです、実は。初めてそういう人の絵を見た時に、その人がいかに柔軟だったりとか、いかに恐れずに絵にできるかね。ずっと同じ絵を描いてるとですね、正直そんなに上手くなりません。すいませんでした。同じ絵だなーっていうのはですね、振り幅が少ないのでやっぱ上手くならないです。すごく下手だなっていう時とすげえ上手いなっていう時のこの差がね、でかければでかいほどね、上手くなるんです。その人って実はなんでかというと、すごい上手いっていうのはその人の得意です。すごい下手っていうのはその人の拡張してるタイミングなんですよ。わかる？拡張っていうのは自分が描けないものに挑んでる時なんですよ。このね、極端な状態がいいんですよ。じゃなくて常にですね、7、80点の人っていうのはですね、その7、80点を守ろうとするからあんま上手くならないんですね。なので僕なんかはですね、この人上手くなるかなどうかなっていうのはですね、その人のやっぱ振り幅を見ますね。その中でもちろんこの人筋いいなとか、絵がいい絵持ってきてんなみたいなね、その収まりの良さとかね、そういうのもあったりもしますけど、だからね、恐れずに試すっていうですね、冒険心ですね。これ大事ですよ、絵は本当ね。今日の話の1ですね、適当に描いてみるってステージなんですよ。だからそういう意味では最初に適当に描いてみる。
でなんとなくその彼はですねアニメも好きだった、漫画も好きだった。だから試しにいろいろやってみたんでしょうね。で最終的に自分の好きなコンテンツっていうのかな、やりたいジャンルは結局はあれになったんでしょうね。その漫画になったんでしょうね。漫画が自分のジャンルであると、コンテンツであると、自分が表現したいね戦場であるというふうに思ったんでしょうね。そういう意味ではね。はい。っていうので、だから適当に書くタイミングで自分がいろんな漫画だろうがアニメだろうがイラストだろうがゲームだろうが 3D だろうが気になるものは片っ端からやってみればいいんです。しかも見よう見まねで適当に。でそれは今まで自分が生きてきた、何歳から書き始めてるのか皆さん分かりませんけれど、今まで見てきたコンテンツのとりあえず表層上辺一番いいとこ取りみたいなのをバーッと並べてる時間なんですよ。それが自分が好きなものだからね。自分の好きなものをバーって並べて今まで溜め込んできたものを吐き出す時間っていうのはその適当に書く時間なんですよ。でそれでいろいろやってるとですね、そっか、自分は何をやってる時に一番楽しいっていうのが分かる。シナリオを書いてる時なのか、絵コンテ書いてる時なのか、漫画のネームなのか、あるいはですねペン入れなのか仕上げなのかね。だからその自分が一番楽しい時っていうのがですね、多分一番その人が向いてるものなんですよ。そしたらそれを今度重点的に鍛えていけばいいと。っていうふうにね、これね、あんまり向かないものをね、無理やりですね、鍛えてもあんまりうまくなんないんですよ、人って。だからやっぱりね、まず自分のね、その好きなものって、これ何やってる時が一番楽しいかなっていうのを、やっぱ知ってないとね、多分、表現の世界ではですね、ある程度やっていけないかなっていう気がしますね。アレンジからオリジナルの過程が不足してる。アレンジからオリジナルの過程が不足してる。でもね、これ不思議とですね、もうアレンジもオリジナルもとかもうアレンジの時点でほとんど分かんなくないですか。もうオリジナルじゃないですかそれ。例えば素体がなんかその美少女キャラを下敷きにして髪型はある実写から持ってきて、これさアレンジだけどさ、そんなさすごい精度で書けないわけじゃん。もう僕が書いたってそうです。そんなの僕が書いたってアレンジの段階でもうオリジナルと差がなくなっちゃうよ。だアレンジとオリジナルってほとんど差がないと思います。ただ集中するべきはその組み合わせなんですよ。組み合わせが面白いのつまんないのって話です。もうシンプルにそれですよ。はい。王立宇宙軍の監督ね、なんだっけあの人出てこない山賀博之さんね。山賀さんが学生の時かな聞いてみたんだって、映画監督になる方法は何ですかって。そしたらですね、好きな映画を10回見なさいって以上あとは適当に撮ってみろだインストールですね。そう、好きな映画を10回見なさいとね。暗記するほど見ろってことでしょうね、簡単に言うとね。次どんなセリフがあるんだとか、次どんなシーンになるんだっていうことをですね、まずこれがですね、僕のアニメ主軸でいうとこの素体なんですよね。そしてこの前の岸本さんの脚本講座でいうところの3幕構成なんですよね。要するにこれが基礎であり土台なんですよね。フォーマットっていうのがテンプレートっていうんでしょうかね。そのベースの部分がまずあって、初めてその上に自分の表現したいものっていうのを載せることができるわけですよ。いきなりですね、自分の表現したいこういうものって言ってもですね、それは他人に伝わんないんですよ。大抵はね、面白くないもんね。だってその整理されてないから。自分の思いだけではね、作品は作れないんですよね。いや僕の思いをねすごい込めてみました、どうですかってね、わからない。だからこのキャラがですねみたいな、このキャラとこのキャラはこういう風にくっついて、実はでも兄弟で実はこっちなんですよみたいな、その実ははわからないで、わからない、ごめん、ノイズにしか見えない、正直興味がない、つまんない、ごめんっていうですね、よくあるやつですね。これなんで興味がないごめんになっちゃうかっていうですね、そのよく素人さんのね作品でそうなってしまう理由は、このフォーマットやテンプレートに載ってないからです。3幕構成になってないからです。はい。キャラクターのデザインがですね自己流だからです。もう全部自己流でやりすぎ、無理です。これ何がオリジナルかって言ったら、ほとんどセオリーに乗ってその上辺っていうか表層に見えるものがオリジナルなんですよね。表層に見えてる見せ方が新鮮なだけであって、構造までは実は王道でなければならないんです。なんでかっていうと、それを見る人聞く人っていうのは今までそれを見たり聞いたりしてるからだよね。要するに今まで例えばですよ、戦隊ものってみんな見たことあるじゃん、戦隊ものってね。でそういうあるいはその変身もの、子供の頃にだからセーラームーンが大ヒットしたんですよ
ね、その上でセーラームーンっていうね、ああいうパッケージにして、あれは戦隊ものでありヒーローものを、女性がやったわけですね。女性キャラでね。でそこで大ヒットしたわけですね。その90年代前半にね。あれはみんな子供の頃見たことあるセオリーなんだけど、そこに表層に見えるアレンジの仕方が新鮮だったんですよ、ね、だからあくまでその基礎、あくまでその土台がまずは王道にのっとってて、しっかりと構造が分かりやすい。これがめちゃくちゃ重要なんですよ。はい。でもね、これがですね、物を作り始めのやつにありがちなですね、プライドの高いやつありがちなやつがね、そんな低俗な分かりやすいのを俺は作れるかというですね、俺はアートだ芸術だという病にかかるんですね。俺のは個性に満ちていて今までにない作品を作ろうと。残念ですが、もうこの世の中に出れることはないでしょう、そういう人は。はい、残念ですね。はい。多分うまくいかないことが確定してしまいましたね、その人ね。そう絶対無理です。これもう絶対無理です。もうよくあるんです。その手もみんな試してるんです。もうその手もみんな過去にやってんですよね。でもね、なんかちょっと王道と違う感じのやつあるじゃないですか。それはですね、実は別の、例えば演劇とか、それこそ昔の映画とか、映画もハリウッド映画じゃなくてフランス映画とかね、別のちょっとメジャーどころじゃないセオリーを持ってきてたりするんですよ。その新鮮な、個性的と言われるような表現でさえも別の下敷きがあるんですよ、大体成功してるのって。だからその組み合わせがオリジナルというのかな、そのジャンルでそのやつはネタは持ってきてなかったですねみたいないうので新鮮に見せてるだけで、全くのオリジナルなんてないんです、この世界に。はい。だからね、オリジナルって言ってる人はですね、無理です。オリジナルなんてそもそもないから、組み合わせを新鮮に、しよう。そのネタはどこにあるのかな、ないのかなをひたすら探し続ける。で、自分のフィールドに持ってこれないかしらというふうにですね、その自分のフィールドに持ってくるためのその調合の仕方って言ったんですかね。どういう風にしたら自分のやつに落とし込めるかな、この好きな要素ってね。当然ながらこれただ奇抜なやつ持ってくんじゃなくて、自分が好きであることが大事ですよ。それは自分が好きなものが、だから漫画やアニメとか自分のジャンルだけに偏ってる人ってやっぱ拡張性ないんですよね。だから自分が好きなものがちょっと外れてたりとか、横断的にっていうのかな、本当多分学ぶことって決まってんのと、やるべきことは決まってるんですが、それは多分ね、人によって価値が違うんですよ。価値が違うって何かって言ったら、今まで100を失敗した人と1回や2回ねしか失敗してない人がいるとします。でその100失敗した人と数回しか失敗してない人で、じゃあその失敗を成功に変える方法を教えますよって言った時に、 2,3 回しか失敗してない人はって感じだと思うんですよ。で100回失敗したらもういいよって、失敗したくねえよ俺ってもうなってるよね。そういう人にとっては、その100回失敗した人っていうのは、その次にじゃあノウハウ、こういうのをこういう風にするといいですよって時に、その一言一句っていうのかな、その人の一挙手一投足をですね見逃すまいとですねするんですよ、そういう人って。だからね、いい感じにいっぱい失敗しておいてください。そうするとですね、ノウハウがすごく入ってきます。学ぶってそういうことなんですよ。自分でいっぱい失敗しなきゃね、学びたい気なんか起きるかって話なんですよ。じゃあ学校の勉強なんでみんな脳みそに入らないかって言ったら、自分で失敗してないからなんですよ。自分で散々失敗して、失敗したな、損こいたなっていうのがあって初めて勉強してると思うんだよ。でもですね、これリアル人生で考えたらですよ、もういい年になって自分何のスキルも何も勉強してきてないってね、それこそが一番の失敗なんですよ。今まで何もしてこなかったってことが一番の失敗なんですよ。すごい簡単な、しかも全く痛くない失敗をいっぱいすればいいんです、人っていうのは。そうするとそれが経験値になるから。だけどそういう経験値をしないで、気づいたらすごい人生のすごいもったいないね失敗をしてるかもしれないのに、ただそういう人はですね全然失敗してないんですよ。ちっちゃいミスは、ちっちゃい失敗はない。しかし人生全体ですげえ失敗してるんですよ、それは。それに気づいてですね、小さなですね全く痛くない失敗をたくさんする
それが一番ね実はコスパがいいんです。はい。だからなんか学ばなきゃいけないじゃなくて、もう絶対これ学びたいっていうぐらいですね。まあ楽しいことじゃないと結局失敗もできないですけどね。楽しいなと思っていっぱい失敗してください。楽しいこといっぱい失敗してください。楽しくないことは失敗しても何も残んないです。という感じで皆さん、今日もありがとうございました。